モテーブ、かごめみこです。本日は、このヒーラー、めんどくさい、の、カーラちゃんを作ります。今回も、造形はダイジェストと倍速を多用します。このヒーラー、めんどくさい、いつもご飯を食べながら、のんびり見ていました。カーラちゃんの可愛い声に癒されましたね。肩の力を抜いて見られるアニメです。あと、カーラちゃんが可愛い、重要。今、画面の彼女はガニ股ですので、修正します。帽子を作って彼女にかぶせてスラッとした体型になりましたね。このアニメを全て視聴した後に原作の漫画も読ませていただいたのですが、漫画の方はかなりテンポが速いですね。ニコニコの星画の方で漫画も記載されていますので、気になる方はアニメと合わせてご覧になってみてください。このヒーラーめんどくさいの前身のこれ何の話ですかも見れちゃいます。ニコニコは動画サイト以外に星画の漫画も面白いですね。出版社の公式漫画が多いですし、アニメ化する作品もここで知ることがあります。話が脱線している間にカーラちゃんに似てきましたね。当初は顔を似せるのに時間がかかり、ダークエルフというよりはコブリンのようになってしまい、ごめんなソーリー。データの制作時間は約30時間以上だったと思います。投げはそしてポーズを変えましてぎこちないウィンクも再現します。そして今回はなんとアルビーさんにも来ていただきました。はい、拍手ってヘルムやないかい。アルビーさんは30分で作れました。お手軽で好き、不自然にへこんでいる部分を修正し、全体的にコロ調整しまして、前回を反省を生かしてフィギュア用の台座も作成しました。台座は 3D プリンターで大量に印刷します。他のキャラクター用の台座ですね。3D を元に目のデカール画像を作成、範囲選択して塗りつぶしてまぶたの影にします。ハイライトの色を調整。そしてデータの方はスライサーソフトに読み込ませます。造形範囲に収まるように向きを変更、サポート材の設定を行います。ここで作成したデータをミルフィーユの断面のようにするわけです。データを何十何百何千の層にして、その一層一層の形を 3D プリンタで光を照射してレジンを固める。現実世界にデータが実物として現れる工程です。 107ml のレジンを消費するみたいですね。レジンのボトルを1分以上振ってからレジンバットに注ぎます。プリンターを壊しかけたことがあるので、停止ボタンに指を添えていつでも停止できるようにしています。 1% の表示が出るまでは油断は禁物。 3D プリントの注意点や全体の流れを動画にしたいですね。印刷時間は5時間36分でした。話を戻しますが、私自身 3D プリンターを購入する前に不安なのでかなり調べました。動画やサイトを何度見ても扱いが難しい印象がありました。 3D プリンターの使い方を教える動画は何個あってもいいという話です。あればあるだけ購入者の参考になりますし、不安も薄れます。私も誰かの支えになれば幸いです。長い動画になってもいいので、些細なことまで記載した動画を作りたいです。画面ではサポート材をむしろうとしています。ズボラ。これは真似しちゃダメですね。でもサポート材があった箇所はかなり荒れます。ヤスリかけと修正に時間をかける方が綺麗に仕上がるかもしれません。言い訳、サポート材がついていた背中側はデコボコしています。集合体恐怖症の方もいるかもしれないので、背中側はあまり見せないようにしますね。サポート材の残りを除去した後なら不快感も少ないと思います。アルビーさんのヘルムのサポート材も除去します。謎の耳かきが登場。そして退場。ヘルムがかなり大きめに見えたのでカーラちゃんにかぶせてサイズ確認。サポート材をあらかた除去したら造形物を水洗いします。ハケを使って3分程度表面に付着したレジンを洗い流します。あんまり長い間水に浸すとひび割れや造形の縮小が起こるらしいので注意が必要です。しかし以前出力したオーバーロードのクレマンティーヌはこの条件で3ヶ月以上経過してもまだひび割れを起こしていません。データのミスで薄い箇所が破損するのはひび割れとは異なります。亀裂が入るといった方がいいかもしれません。
絵作り乾燥装置に造形物を入れて、今回は2日程度乾燥させました。ブーン、扇風機音。乾燥させたら服の薄い箇所が破綻しました。過去の失敗に学ばないのはダメですね。服の布と肌の間に空間があると、乾燥中に密着していない部分が破れて未硬化のレジンが漏れ出します。破綻箇所にスポイトや筆でレジンを塗り、紫外線ライトを当てて硬化。背中側はかなり大きな穴が開いています。ここも同じ方法で穴を塞いでやります。後処理が大変にならないように、出力前にデータを見直すことが重要ですね。ライトを当てた箇所は濡れているように見えますが、しっかり硬化しているので大丈夫です。ヤスリをかければ周囲となじみます。肩の部分の服も大穴が開いていますが、リカバリーできました。レジンを流して硬化。これを何度か繰り返して穴埋めします。穴埋めした部分が逆に少し出っ張っています。服の裏地を厚めにしてから印刷。これだけで大きな破綻が減りますね。私の経験値不足です。今度こそ教訓にしましょう。気になる箇所を修正したら硬化装置を用意します。 LED テープが貼り付けてあります。紫外線ライトのテープ板ですね。蓋の部分に造形物を並べます。今回は合計で6分程度ライトに当てました。途中で姿勢を変えます。今回からペンサンダーを導入しました。前回は餌量で何時間もヤスリかけしてヘトヘトになりましたからね。今回は起伏がかなりあるのでヤスリかけの時間は減りませんでしたが、疲れずに済みました。600番のヤスリだとまだ細かめなので、もう少し粗いヤスリだと時短になりますかね。ヤスリをかけた方と未加工との比較です。サポート材の跡が目立ちませんね。この後追加でヤスリかけするので、最終的にもう少し綺麗に仕上がります。この謎の針金オブジェは次回説明します。次回は塗装、目のデカール、仕上げです。これからもフィギュアを自作していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。まだ登録0人なので、どなたか最初の登録者になってください。懇願、上まつれと下まつれ、目のデカールが貼られていない状態だとカーラちゃんのまぶたが腫れ上がったように見えますね。ごめんなさい。彼女の可愛らしさを再現できるように塗装とデカール貼りも頑張ります。ご視聴ありがとうございました。またね。